はい。皆さん、こんにちは。海外在住トレーナーのようです。今日はですね、トレーニング用の靴選び、解説していきます。最初に質問します。皆さん、ランニングシューズでウェイトトレーニングしてないですよね。これ、結構ある間違いです。よく見るんですけど、ランニングシューズって、運動に適してるですよね。運動に適したスポーツシューズなんで、トレーニングも使いがちなんですけど、ランニングシューズって、ランニングシューズなんですよ。ランニングのためのシューズなんですよね。なので、ウェイトトレーニングとか重量を扱ったトレーニングには向いてないです。なんでかっていうことを簡単に説明していくと、こう見ていただくと分かるように、アメリカだとドロップって言うんですけど、このかかとからこのつま先にかけて、かかとからつま先にかけて、こう前に行くような形になってるんですよ。かかとが上がってて、つま先がこう下がってるような状態ですね。これってなんでこうなってるかっていうと、ランニングって地面について前に進むからなんですよ。なので、それの動きをしやすいようにかかとが上がって、つま先が下がってる状態。こういう状態で走りやすく作られてるんですね。あと基本的にランニングシューズっていうのは外を走るように作られてるので、このソールですね。クッションソールがかなり分厚くなってます。なので、膝に優しいように作られてます。ランニングシューズってそういうシューズなんですけど、じゃあ、ジムでもやっぱよく見かけるんですよ。ランニングシューズでトレーニングしてる人。これなんでダメかっていうと、ジムに行ってる方はわかると思うんですけど、ジムって僕もこれ敷いてる通り、このマット敷いてあると思うんですよ、一面に。重りを床に置いた時に音が鳴らなかったり、クッションがあって、この床が傷つかないようになってるんですね。なので、クッションパッドみたいなのが敷いてあるんですよ、全部。で、どういうことが起きるかっていうと、このクッション性のある地面と、このクッション性のある靴。これ同士が接すると、もう、ぐにゃぐにゃになっちゃうんですよ。だからこれで100キロ以上とか重いものを持って担ぐと、もう一気に不安定さが増しますね。で、このかかとが分厚い分、前に体重が行きやすいんですよ。当然走るために前に走るように作られてるんで、前に行きやすいように体重設計されてるので、重りを持った時に前に体重が乗っちゃうんですね。なので足全体で押すっていう感覚よりも、ここがバランスがぐにゃぐにゃ不安定のまま重りを扱うことになるので、なので僕はランニングシューズではトレーニングしてほしくないってことをお客さんには言ってます。次によくあるのが、こういうシューズですね。これ履いてる人めちゃくちゃ多いですよね。なんでかっていうとやっぱりトレーニングの時やっぱフラットでソールがあんまり厚くなくて、こういうクッション性があんまりないものっていうところまでは分かってるトレーナーさんだったり、分かってるトレーニーの方いるんで、こういう靴でトレーニングやってる人います。僕もやってたんですけど、これいいんですけど、細いんですよ。ここが。ここの幅がすごく細いんですよ。前の動画でも話した通り、足の指が使えなくなっちゃうんですね。こういう細い靴って。なので、フラットでいいし、手頃に買えるし、安いし、いいんですけど、ベストかっていうとベストじゃないです。じゃあ、どういうものを選んでいけばいいかっていうと、トレーニングシューズっていう靴ですね。これはドロップっていうものが一切ないです。これナイキのメトコン8なんですけど、これ見て分かる通り、ソールがフラットに作られてるんですよ。こことここの差があんまりないように作られてて、履いた時にかかとが上がってる状態にはなってないです。フラットに作られてます。これはリフティングシューズとか、クロスフィットの場面で使われるシューズなんですけど、これはクッション性も過剰じゃなくて適度にあって、で、フラットなんで、こういう靴はウェイトトレーニングに向いてます。で、僕がワシントン DC 時代にいたビーダーだと、お客さんが一番使ってたのはこのノーブルっていう靴ですね。日本に入ってきてますかね。ノーブルっていう靴なんですけど、これはトレーニーの方めちゃくちゃ履いてます、アメリカだと。僕のお客さんほとんどこれでしたね。これ何がいいのかっていうと、やっぱりソールが平らで過剰にクッションがないんですよ。なのでやっぱりこういう靴がトレーニングには向いてます。これもこれはリーボックですね。これもリーボックのトレーニングシューズで、これもそこフラットで、これもすごく使いやすいです。じゃあ、僕がおすすめする靴なんですけど、これもいいんですけど、
ベストかというとベストじゃない。ベストの靴になってくると、こういう靴ですね。これが、ベアフットシューズって言って、素足感覚で履けるシューズになってます。こっちは、アバンカスのリフティングシューズ。こっちは Amazon で買った安いやつなんですけど、もう見てわかる通り、このつま先の部分がすごい広いんですよ。こういう風に。広いんですね。だから、足の指がしっかり使えてトレーニングができます。なので、ベストな靴といえば、こういうベアフットシューズ、足の指が大きく使える、このトーボックスって言ってるこのつま先の部分が広いシューズですね。で、もちろんそのフラット。で、ソールも薄めなんで、地面を掴む感覚が、養われるし、足からパワーを得やすいシューズになってます。なので、じゃあどの靴を買えばいいかっていうと、こういうベアフットシューズでトレーニングした方が僕はいいと思います。こういう靴もかっこよくていいんですよね。これ、アディダス。で、こっちがジャンプマン、ナイキですね。いいんですけど、見てわかる通り、クッションがありすぎる。で、このアディダスなんかすごい細いんですよね。そうするとやっぱり足の指が詰まっちゃって、うまく足の指を使えない、原因になってます。こういう靴で、ジムでおしゃれにトレーニングしたいっていう気持ちは僕もあったし、僕もトレーニングしてたんですけど、やっぱり重量が上がってくると、こういう靴でやってると、すごく不安定になります。ぐにゃぐにゃしてくるんで、重りを持った時に。なので、僕はトレーニングシューズと言われる靴、リフティングシューズと言われる靴をお勧めします。なので、今、ランニングシューズでまだトレーニングしてる方結構多いと思うんですけど、やっぱり靴は一番僕は大事だと思います。ほとんどの生活を立って生活して、トレーニングも地面を踏ん張ってトレーニングすることがほとんどなので、ランニングシューズでトレーニングしてるよって方は、ネットでリフティングシューズ、この底がフラットで、ドロップがなくて、で、足の指が使えるようなワイドな靴をお勧めします。ここにないんですけど、ビボっていうアメリカのベアフットシューズ、素足感覚のシューズがあるんですけど、それもお勧めです。僕の同僚も使ってました。なので僕も、試してみたいです。もう一個がビブラム。これ JB のトップ選手、足トレの時とか、基本的にトレーニングで使ってる方、僕よく見るんですけど、ビブラム僕まだ試したことないんですけど、試したいです。これもいいはずです。めちゃくちゃいいはずです。素足感覚で、指が、ビブラムって分かれてるので、もっと地面をつかめる感覚があるんじゃないかなと思ってるので、今度、日本に帰る機会がないんで、バンコク、タイに行った時に、店舗に見に試着してみたいなというふうには思ってます。前回の動画でも話したんですけど、リストラップとか、パワーグリップとか、リフティングベルトとか、そういうものにやっぱり最初に目が行きがちなんですけど、僕はこの靴に最初投資することが一番最初にやるべきなんじゃないかなというふうに思ってます。なので、リフティングシューズとか、ベアフットシューズとか、ワイドトーボックスとかっていうふうに Amazon で入れてもらうと、そういった靴が出てくるので、ぜひ試して欲しいですね。やっぱり僕はトレーニングの土台は足からだと思ってるので、しっかり足で地面を捉える感覚、そういうものが、養われると、本当に上半身のトレーニングの安定性とか精度とかも上がってくるので、まずはこのいい靴、自分に合った靴から投資してほしいなというふうに思います。で、これ補足なんですけど、僕、扁平足気味なんですよ。このアーチがちょっと低いんですね。低い方は、ソールが薄すぎると、今度逆効果になってしまいます。これ僕の実体験なんで、扁平足気味の人は多分わかると思うんですけど、ある程度ちょっとクッションがないと、扁平足の人ってかなり腰に負担きちゃうんですね。ここのアーチでうまくその重量を分散してトレーニングする、立ったり歩いたりすることが、アーチが低い人は構造的に難しいんですね。なので、僕みたいな扁平足の人は、めちゃくちゃ薄いソール、だからビブラムのめちゃくちゃ薄いソールとか、僕もこれ使ってますけど、こういうめちゃくちゃ薄いソールのものに関しては、ちょっと向いてないかもしれないです。なので僕はこのアバンカスのシューズはすごく良かったです。ソール薄いんですけど、サポートもしっかりあって、地面を掴む感覚もありつつ、ソールも薄すぎないっていう感じなんで、扁平足気味の方は、
ソールの厚さちょっと気にしてみてください。薄すぎると、そのアーチが低い分、腰に負担とか溜まっていきやすいので、そこはちょっと扁平足の人はソールの厚さ、やっぱり実際これもやっぱり履いてみないと分かんないところもあるので、そこもちょっと頭に入れつつ試していただけたらなというふうに思います。はい。今日は以上です。